こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は2月と3月にちょこちょこ買いした本を14冊紹介します。2月3月の購入本を別の動画でも紹介していたんですが、その後それぞれ追加で買った本も増えたので紹介していきます。すでに読んだ本もあるんですが、どれも良かったので、それはまた別の動画として紹介させてください。それでは紹介に行きます。まず1冊目はあえの語り。今年の1月に出版された単行本です。10人の作家さんによるアンソロジー作品なんですね。能登半島地震から1年が経ち、物語で被災地と寄り添おうというチャリティー小説企画として加藤茂明さん、小川聡さん、今村翔吾さんが発案者となって出版されました。この本での参加著者の印税相当額とか講談社の売上相当額というのを能登半島の復興支援に充てるということで、本を購入することでこの企画に参加することになるんですね。タイトルのあえの語りとは、能登地方に伝わる伝統儀礼あえのことから発想されたものなんだそうです。あえのことのあえとはおもてなしという意味があって、物語というおもてなしを皆さんに届けようというコンセプトなんだそうです。作家さんたちがおもてなしをテーマとして作品を書かれていまして、この石川県や能登地方を題材にしているものもあったり、全く違うものだったり、それぞれらしさが出ている作品ですね。そしてこのパッとね、目を引くカバーも素敵で目を奪われました。このカバーのデザインは加藤茂明さんが能登地方の伝統工芸輪島塗にインスピレーションを受けて手掛けられたそうです。アンソロジーというと一気にいろんな作家さんを知れるのもまたいいですよね。私もまだ読んだことのない作家さんが何人もいらっしゃって、こういう作風の方なんだなと思ったり、この雰囲気は他の作品もちょっと読んでみたいなと新しい発見もありました。この作品に加藤茂明さんが大きく関わっているということも知って、今は加藤さんの他の作品もね、結構気になっています。またちょっとずつ読んでいきたいと思います。2冊目は牧目学さんの鴨川ホルモン。こちらは牧目さんのデビュー作で、単行本が2006年、文庫本が2009年に出版されています。映画化もされていまして、全3巻のコミックにもなっているんですね。実はこれを買ってすぐに一気読みしまして、もうね、面白いです。あんまりにも面白いので、またこれも改めて紹介させてください。これにはスピンオフにホルモンロッケという作品もありまして、これも合わせて読みたいですね。初めて読む作家さんだったんですが、鹿男青鬼吉やプリンセス豊臣も書かれていらっしゃるんですね。で、この2つの作品は私は本ではなくて映画やドラマで見ていたんですが、牧目さんだとは存じ上げずに見ていました。面白かったです。牧目さんは2024年に8月の御所グラウンドという作品で直木賞を受賞されていまして、大学時代を京都で過ごしたという牧目さんが京都を舞台とした作品はホルモンロッケからなんと16年ぶりのことなんだそうです。今この本を紹介するにあたって調べていたんですが、もうすごく読みたくなってきました。熱そうな青春がもう好きなんですよね。何冊かエッセイ本も出されているそうでして、しかももう面白いとの感想をたくさん見かけたので、これはまたまた読みたいです。
最近は作家さんのエッセイが好きなので、小説を読んでちょっと笑える面白さが書かれていると、その作家さんのエッセイがあるかどうかも一緒に探しています。これはまた牧目さん作品を読み漁る予感がしています。3冊目はロイヤルホストで夜まで語りたい。こちらも今年の1月に出版された単行本で、ロイヤルホストを語る17名によるアンソロジー作品です。こちらも浅井亮さんが寄稿されているんですよね。私は浅井亮さんの名前を見かけるともう買わずにはいられないようです。ちょうどこの前エッセイを買った上坂あゆみさんも書かれていました。こちらは早速読めまして、作家さんたちのロイヤルホストとの思い出や好きという思いが詰まった作品でした。日常の一部になっていたり、特別な場所だったり、それぞれに思い入れがある場所なんだなと思いながら読み進めました。私はロイヤルホストは2回くらいしか行ったことないんですけど、2回ともモーニングしか食べたことがないので、次行くときはこの作中で皆さんが口を揃えて好きだというメニューを注文しようと思ってもうメモしています。こういう日はここに行きたいという場所があるのっていいですよね。頑張った日や疲れた日の楽しみにしたり、特別感を味わったり、この作品はロイヤルホストという場所を楽しみながらメニューをめくっているような楽しさもあって、よく行く人はそうそうって思ったり、あまり行ったことがないという人はこういう楽しみ方をしてみようとか食べてみたいと思わせてくれる一冊でした。4冊目は青山美智子さんの遊園地ぐるぐるめ。今月出版された青山美智子さんの最新作ですね。以前動画のコメントでも良かったと教えていただいて、よし買うぞと決めていました。今回の作品はとある町にある遊園地ぐるぐるめを軸に訪れた6人のお客さんを描いた連続短編小説です。青山美智子さん作品の想定を数多く手掛けていらっしゃる田中達也さんとのコラボレーション作品で、田中さんの作品を見て青山さんが物語を執筆され、その物語を読んで田中さんがさらにアートを作成されたという作品なんだそうです。各章の始まりと終わりにはカラーで田中さんの作品が載っていて、最後の最後までね、お二人の作品を楽しませてくれます。中身はこれまでの作品と比べると結構ゆったりとしたスペースをとって書かれている印象なので、見た目以上にあっという間に読み終えてしまいます。青山さんの作品は連続短編小説で、一冊を通した物語のつながりにほっこりするんですが、それだけじゃなくてね、青山さんのこれまでの作品とのつながりも見せてくれるのがまた楽しかったです。思わずこれまでの作品もパラパラめくり返しまして、どの作品もね、意外とここら辺に書いてあったなっていうのは覚えているものなんですね。確かって思いながら何冊もめくっていました。前は青山さんの作品を文庫本で揃えたいなという気持ちもあったんですが、最近はね、もう早く読みたくて単行本が増えてきましたね。次々に出てくるので、それもまた楽しみです。5冊目は寺地春菜さんのガラスの海を渡る船。先月寺地さんの水を縫うを読んで、また寺地さんの作品を読みたいなと思って、今回この作品を手に取りました。2021年に出版された本なので、そろそろ文庫化かなとも思ったんですが、もう一度気になるとね、戻れませんね。まだ文庫化の情報がないのを一応確認してから
よしと思って買いました。以前池袋にあるフクロウ書茶房というブックカフェに行った時に、ちょうど席の目の前にこの本があって読んでみたんですが、もっと読みたいなと思いながら、多分お店を出た瞬間忘れてしまいまして、やっと思い出しました。想定も素敵なんですよね。この作品は祖父の小さなガラス工房を継いだみんなと同じことができない兄と何もかも平均的な妹の兄弟を描いた物語です。帯に書かれている言葉からも想定からもあらすじからももう優しさがあふれていますね。水を縫うでは姉と弟でしたが、今回は兄と妹という兄弟のお話で、少し雰囲気も似ていて、読みながらね、ちょっと胸がざわざわするような気持ちもあったんですが、優しさが見え隠れしている様子が伺えて、こちらも好きな作品になりました。また改めて紹介したい作品です。6冊目はアダン・ミオさんのラブカは静かに弓を持つ。2022年に出版された単行本です。小説の短調としては3作目となる作品なんだそうです。この作品は2022年に第6回未来や小説大賞を受賞し、2023年には第20回本屋大賞で2位となっています。そして同年の第25回大藪春彦賞も受賞されているんですね。この大藪春彦賞というのはハードボイルド小説や冒険小説といったジャンルの小説に与えられる賞なんですね。知りませんでした。で、この本作は実際にあった事件を題材としていて、著作権法の演奏権を侵害している証拠をつかむために音楽教室への潜入捜査を行うスパイ音楽小説となっています。私はこの本を買うとき、潜入の文字を見逃してしまっていたようで、音楽小説だと思っていたら、購入本の記録をつけていたときに、スパイ音楽小説だと初めて気づきまして、がぜん読みたくなりましたね。音楽とスパイというと、以前紹介した菅忍さんの革命前夜も思い浮かびました。音楽の美しさにドキドキ感も加わって、しばらく余韻に浸っているんですよね。このラブカは静かに弓を持つも、そんなスパイ要素もあるということですごく楽しみです。7冊目は中島京子さんの優しい猫。文庫本が昨年2024年の7月に出版されていて、2022年には第56回吉川英治文学賞を受賞。2023年には優香さん主演でテレビドラマが放送されています。こちらの作品もずっと気になっていたんですが、やっと手に取りました。物語はスリランカ人男性と日本人のシングルマザーの恋愛を通じて入管行政の問題を描いた長編家族小説となっています。想定はとても優しい色使いとイラストなんですが、内容は日本の入管行政で迫害される外国人の問題や日本社会の問題を描いているということで、ずっしりと考えさせられるお話かなと思います。入管行政という言葉を聞くと難しそうかなと思ってしまうんですが、中島さんはこの家族の娘で高校生のマヤという少女が語り手ということで、難しいと感じている人も一緒に知っていくことができるのではと語られていました。非正規滞在の外国人の方のお話を知ってほしいと考えたのは確かだけど、
社会問題を身近に知らせるために小説を書くという発想はなくて、家族の物語という形で知ってほしいと語られていました。私も中島さんが描く家族小説としてこの温かそうなお話読んでいきたいと思っています。8冊目は朝倉弘景さんの雨土の歌、こちらも気になっていました。こちらは甲子園のお話なんですが、今甲子園の小説といえば本屋大賞にノミネートされた作品で、甲子園を目指す高校野球を母親目線で描いた早見和正さんのアルプス席の母が今注目ですよね。このアルプス席の母も甲子園を題材としていて新しい視点だったんですが、こちらの雨土の歌も一味違っていて、甲子園のグラウンド整備士を描いた青春お仕事小説となっています。なかなかグラウンド整備士に着目したことがなかったので、どんなお仕事でどんなドラマがあるのかとてもワクワクしています。朝倉弘景さんは野球と青春小説を多数手掛けていらっしゃいまして、野球小説の野球部一人という作品も今一緒に気になっているんです。こちらは部員数が足りないヤンキー高校の野球部と進学校が合同チームを組むんですが、この進学校のメンバーはなんとたったの一人、偏差値70超えの頭脳と有り余る体力がガチンコでぶつかり合う青春小説ということで、もう熱そう、すごく熱そう、そして熱い青春小説は大好きなので、まずはこの雨土の歌から楽しんで、できれば野球部一人も読みたいと思います。9冊目は村山由佳さんの星屑。今年の1月に文庫本が出版されています。以前紹介した村山さんのプライズが初読みでして面白かったので、ちょうど今年文庫本が出たということで、こちらを手に取りました。文庫本で550ページと結構なボリュームがありますね。この作品は田舎者のみちるとサラブレッドのまゆ、そして彼女たちをスターダムにのし上げようとする女性マネージャーの過酷な芸能界で必死にもがく姿を描いた同エンタメスター誕生小説です。舞台は1970年代の終わりから80年代にかけての芸能界ということなんだそうで、この時代のアイドルといえば山口百恵さんやキャンディーズ、ピンクレディーなど世代じゃなくとも知っているようなアイドルの方々がたくさんいらっしゃいますね。作中では実際のアイドルの方たちが登場人物のモデルにもなっているそうでして、懐かしさを感じたり、当時が目に浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。私はアイドルには疎いんですが、このスター誕生という言葉にとっても興味があるので楽しみです。10冊目は須藤アンナさんのグッナイナタリークローバー。先月出版された単行本です。この作品で2024年の第37回小説すばる新人賞を受賞してデビューされています。この作品は一見海外小説のような見た目と内容で、帯にある選考委員を務められた村山由佳さんと辻村瑞希さんのコメントにも惹かれて手に取ってみました。著者の須藤さんは現在23歳という社会人1年目でいらっしゃいまして、この作品は大学生の時に執筆されたそうです。この37回小説すばる新人賞の選考委員には浅井亮さんもいらっしゃいまして、浅井さんも大学生でこの賞を受賞して
デビューされていらっしゃって、12月号の小説スバルには選評も寄稿されているということで、ちょっと気になっています。この作品は町から出たことがなく、一人ぼっちでうつむきながら過ごしてきた13歳のソフィアが風変わりなよそ者ナタリーと出会い、自分を取り戻していく友情物語です。須藤さんは本作を児童文学として執筆されたそうで、13歳という年齢の世界観や家族という依存から抜け出すのも容易ではない、そんな年頃の姿も書かれているそうで、この少女がどのように感じて自分を取り戻していくのか、とても気になる家族、友情、自立の物語です。11冊目は伊坂幸太郎さんの楽園の楽園。今年の1月に出版された単行本です。これはもう買おうかどうか悩みに悩んで、やっぱり買ってしまいました。98ページとすごく短くて、間には挿絵もね、ふんだんに入れられているので、文章としては結構短いんですが、世界観をたっぷりと味わうことができます。内容もぎゅっと詰まっていて、人間に対する皮肉が効いていたり、ミステリーのような SF のような展開も伊坂さんらしさがありました。そして25周年記念ということで、作中にはこれまでの伊坂さん作品を感じられる部分もあって、これはという楽しさもありました。ただ私は伊坂さんの作品が好きでいくつか読んでいるんですが、やっぱり伊坂さんの読んでいる中で紐解かれていくような、つながっていくような重厚な絡み合うストーリーというのがもっと読みたかったなという気持ちも正直ありました。今回は人工知能というキーワードがあるんですが、以前にも伊坂さんの作品でシーソーモンスターという作品の中のスピンモンスターという章でAI のことが書かれていまして、これが私は結構楽しくて、そんなことないとは言い切れない未来を予感しているような AI と人間の対決というのがね、好きだったんです。ぜひこれもね、ちょっと気になった方は読んでみてほしい作品です。12冊目は笹良子さんの紙つなげ、彼らが本の紙を作っている。2014年に単行本が出版されています。震災の絶望から工場の復興までの宮城県石巻市の日本製紙石巻工場の職人さんたちの戦いを描いたノンフィクション作品です。以前、印刷工場の職人さんたちを描いた本のエンドロールという小説を読みまして、出版社以外の本を作っているお仕事にも興味を持ちました。そして今年に入って映画も公開されているサンセットサンライズという震災後の地方再生を描いた小説も読んでいたので、この本にも目が留まりました。笹良子さんのエンド・オブ・ライフで初めてノンフィクション作品を読んでから現実を見るということを知って、今年で震災から14年が経ちますが、今からでも現場の声を知りたいなと感じて手に取りました。笹良子さんが綴られる現場の描写というのは、本当にその場の声を聞いているかのようで、辛さなどもダイレクトに伝わってくるんですが、目をそらせないんですよね。知っておきたいと思うんです。そして私は本のページをめくる感触や音、触り心地、最短面など紙の本が好きなので、その本を作るための紙を作っている職人さんたちのことをもっと知りたいなと思っています。何度も重ねられた取材では、きっと壮絶で過酷な日々を過ごしてきた方々の
姿が描かれているのだろうと思うんですが、それでも不幸を成し遂げるまでの戦いやその先への思いも綴られていると思うので、ぜひ読んでいきたいと思います。13冊目は楊双子さん著、三浦祐子さん役の台湾万有鉄道の二人。2023年に出版された単行本です。2024年には全米図書賞の翻訳部門を受賞されていて、同じく2024年の第10回日本翻訳大賞も受賞されているんです。この全米図書賞の翻訳部門というのは、台湾の小説が受賞されたのは初めてなんだそうです。この作品は日本統治時代の台湾を舞台に、観光地と美食、政治と友情を織り交ぜた物語となっています。私はこの本が出版された当初、エッセイ本だと思っていたんですが、小説でしたね。著者の楊さんは大学に入ってから日本統治時代というのを勉強されたそうで、同世代の方たちにも知ってほしいと執筆されたそうです。当時の食べ物や台湾縦貫鉄道をリアルに描写するにあたって、日本の漫画からも影響を受けたとのことなんです。特に影響を受けたと挙げられていた漫画は、駅弁一人旅、ゴールデンカムイ、音嫁語りです。私はゴールデンカムイが好きなので、影響を受けたと聞いてちょっとワクワクしています。インタビュー記事では歴史を知るきっかけになればと語られていまして、私もこの本を読んで歴史と美味しそうな料理と知りたいなと、これから読んでいくところです。14冊目はポニーガルマスさん著、鈴木美穂さん役で科学の授業を始めます。こちらは2024年の1月に出版された翻訳版の単行本です。科学小説ということで、本屋さんでたまたま見かけて手に取りました。なんとこの本は全米で250万部、全世界で600万部という2022年最も売れたデビュー小説なんだそうです。全世界でもこれだけのね、部数を売り上げているというのはすごいですね。そしてレッスンインケミストリーというドラマにもなっているそうなんですね。この作品は全女性、もちろん全男性も、そして全犬好きにおすすめ、最高のエンパワー小説にしてエンタメ小説と書かれていまして、犬好きさんもと思ってなおのことを気になっていますね。本作は才能ある科学の研究者エリザベスが男社会の科学界で奮闘するも、嫌がらせやセクハラの果てに研究所から放り出されてしまい、ひょんなことからテレビの料理番組に出演することになり、科学的に料理を解いていくという物語なんです。紹介文には次のどれかに当てはまったら必読と書かれていまして、1つ犬が好きな人、2つヒロインが活躍する話が好きな人、3つ目差別やハラスメントに負けたくない人となっています。意外にも科学や料理が好きな人っていうのはないんですね。見たところ犬好きさんとの関係がちょっとわからないんですが、私は犬好き、科学好きなのでとっても楽しみにしています。今回は2月3月に購入した本を14冊紹介しました。気になった本はありましたでしょうか？次回は読んだ本を紹介していきます。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今週も素敵な読書時間をお過ごしください。